テレビ子供向け番組誌。昭和時代にはお茶の間の中心にテレビが位置していました。これは昭和の子供たちとテレビとの絆を縦軸で振り返る企画です。日本のテレビ放送は昭和28年、1953年に始まりました。まず、公共放送局である NHK 総合テレビジョンが2月1日に、続いて民間放送局である日本テレビ放送網が8月28日に開局しました。昭和28年といえば、東京中が焼け野原となった敗戦からまだ10年経っておらず、人々の暮らしは全体として非常に苦しいものでした。そのような時期でのテレビ放送開始は時期尚早という意見も多かったのですが、読売新聞社長の正力松太郎氏は、アメリカとの連携を密にして、戦前からテレビ研究をしていた NHK を出し抜き、テレビ予備免許取得第1号の栄誉を日本テレビにもたらしたのです。しかし、所詮は急増計画で、メンツをかけた NHK の巻き返しもあり、本免許取得第1号は NHK となりました。最初の頃はビデオ収録技術がなく、経費の問題からでしょうが、フィルムもほとんど使われず、ほぼすべての番組が生放送でした。ドラマと呼ばれるものも生放送で、つまり、舞台劇をカメラで映すような形でした。そのような頃には、アニメはもちろんのこと、子供向けのドラマもあまり作られていません。NHK は、開局、初日から、子供の時間と呼ばれる枠を、夕方6時台に設置しました。これは、歌や踊りや楽器演奏、影絵、名作劇など、様々な趣向で子供を楽しませようという枠で、日曜から土曜までの毎日放送され、後に、夜のヒットスタジオの司会で人気となる、前田武彦が放送作家として参加していました。この枠の人形劇から、数年後に、チロリン村とくるみの木という人気番組が生まれることになります。そのように、人形劇をお家芸としていくこととなる NHK ですが、開局から1ヶ月経たない2月20日から、連続人形劇の玉物前の放送を開始しました。これは、キュービの狐にまつわる伝承を題材にしたものでしたが、きちんと毎週放送されておらず、不定期に、だいたい1ヶ月に1、2本放送されるという形でした。初期のテレビでは、毎週毎週、きちんと台本を作って演じるということも難しいことでした。日本テレビは、開局からちょうど1週間目の9月4日から日本初の連続ドラマと言われるパック街を行くの放送を開始しました。これは児童演劇の草分けである劇団東堂のユニット出演による番組でした。わかりやすく言いますと、出演者はみんな東堂で調達していたということです。テレビ放送開始初期、新しいテレビという世界は人材不足でした。それは出演者に関してもで、名の通った俳優はテレビに出るのをためらいました。劇団にしても映画会社にしてもまだテレビの力に脅威を抱いてはいませんでしたが、基本的には商売敵きですから、所属俳優がテレビに出演することに良い顔はしませんでした。第一、まだ普及数が1000台にも満たないテレビ側は、スポンサーを集めるのに四苦八苦していて、とてもではありませんが、高額の報酬は支払えませんでした。さらに、技術的にもまだ拙く、映りも悪かったため、見栄えを重視する職業である一流の俳優は、それだけでも出演をためらったのです。このようないくつかの理由のため、出演者を確保することも難儀していた初期のテレビ界ですから、丸ごと、出演者の面倒を見てくれるユニット出演という形態は重宝するものでした。劇団東堂主催者の宮津博は、そのような中で、テレビへの好奇心から協力を惜しまず、自ら副調整室に入ってマイクを通して演出したといいます。パックというのは、シェイクスピアの戯曲、真夏の夜の夢に登場する妖精の名前ですが、この番組では、パックは、銀座で生活に飢えた人々を癒す妖精として登場しました。妖精が人々に奇跡を見せる内容ということで、昭和28年の生放送にして早くも特撮的な映像への挑戦がなされています。言ってみれば、テレビの特撮番組第1号ということになるかもしれません。具体的に説明しますと、ペデスタルカメラの特殊逆レンズを利用して、花束が光を放ったり、酒瓶が水瓶に変わったりというトリックを実現させていたということです。
財政的にも人材的にも恵まれていなかった開始当初のテレビでしたが、そこに携わる人々の情熱で、それらを補っていたのでしょう。今日のおさらい。日本初のテレビ子供番組枠は、テレビ誕生の日から始まった NHK 子供の時間。日本初の連続人形劇は、テレビ誕生から1ヶ月経たず始まった NHK 玉藻の前。日本初の連続実写ドラマは、日本テレビ開局1週間目に始まったパック街を行く。以上、すべて日本にテレビが誕生した昭和28年1953年のことです。